お、出た。じゃあ本日1本目。よし、食った。謎の中海ですね。はい、こんにちは。村岡正則です。今回の動画は山陰地区のボートシーバスにやってきました。出会いがあって、今年のね、冬、自分のおすすめ YouTuber何個かみたいな感じの動画上げた時に、この地区でめっちゃかっこいい釣りしてるチャフさんっていうね、方がいて、チャフのお忍びチューブだったかな YouTube チャンネルがあるんですけど、彼に連絡を取って、今回、島根県入りしたとこですね。で、今コンビニで、何もまだ買ってないんですけど、これから食材仕入れて、桟橋行ってボート乗ろうかなというところです。ブルーブルーもですね、やっぱシーバスだけじゃない、ソルトルアーメーカーの総合メーカーなんですが、お客さんのね、主力はシーバスアングラーが多くて、で、昨今シーバスの世界ではね、やっぱビッグベイトっていうカテゴリー、ジャンルっていうのかな、そういうのがね、どんどん伸びていて、で自分も去年ぐらいからいろいろ研究して、でっかいトップだったり、でっかいジョイントミノだったりを投げて、一通りこう釣ってきて、これからじゃあブルーブルーとしてどうやろうかなっていうところで、まだまだね、勉強していきたいなという、その勉強の一環として今回島根に来ました。自分がね、今年1年やったって言っても、自分はそれ専門じゃないので、いろんな釣りをしなきゃいけないから、かじる程度っていうのが正直なところなんですね。だからやっぱりがっつりやってる人たち、しかも何年もやってきた人たちの知見だったり情報っていうのが欲しいなと思うし、ネットワークっていうのかな、そういうのにも自分も入って、ジャンルって進化していくんですよね。一つの象徴的なルアーがあって、でもそこからこう進化してってなっていくんで、進化の流れを知りたいなっていうところでやってきました。ということで、桟橋まで向かいます。見えてきましたね。ここ大橋側じゃないか。伝説の佐藤パンチの反対側だ。あそこだ。あれが去年か。あれ去年だ。ってことは俺3回来てんだな。年に3回、まあまあ多いですね。楽しみな遠征ですが、あいにくですね、台風が今、まだ沖縄の辺かななんだけど、そこから伸びた前線がとか言って、どんだけ前線長いんだよって話だけど、島根県は土砂降りの予報ですね。左方向です。今ちょっと小康状態ですかね。でも道路に溜まった水なんか見ると、めちゃくちゃ降ったなという感じで。今回悔いてるとこがあって、アメリカから3日前に帰ってきたんですけど、そこから帰ってきてからがもう猛烈に忙しくて、アメリカと島根県遠征の間の3日間にやんなきゃいけないっていうか、半期がね終わって、全部それ分かってることなんで言い訳になっちゃうんですけど、その辺でもうドタバタで今回持ち込むルアーっていうのかな、そういった辺が準備不足です。もっとめちゃくちゃ作り込んで、なんなら東京湾で2、3回テストして、特にビッグベイトに関してはね、こんな感じっていうのを東京湾なりに見てもらうところを用意してやりたかったんだけど、悔やんでるところですね。アピアのメガソウルにダイワン IMZ を用意したんですが、アメリカで使ってきて、でもそのメガソウルでビッグベイト投げてないんで、ここでいきなり初しようっていう、そんな状態でね、教えてもらおうっていうのが甘いというかね、すいません、甘ちゃんです。ということで頑張りたいと思いますよ。おう、彼岸花が秋ですね。ああ、チャフさんいる。車そうだ。こんにちは。すみません、村岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。紹介してもらってありがとうございます。あ、いえいえ。本当にありがとうございます。いえいえ、本当にご縁がありまして。ちょっと準備していきます。っていうか、ここやったな。ここもやりましたね。おかっぱりでも。こんな感じで、今日はバッカンに、レインウェアに、今回ね、おかっぱりもチャンスあれば、明日とかやってみようかなと思ってたんで、ハイローラー、パックロッド、EX4 ですね。ハイローラー。だからネオンナイトは短いんで、ネオンナイトゼータ。だからアピアのメガソウルですね。これを準備したいと思います。リールは IMZ です。最初に投げたのがアメリカっていう、アメリカで110投して最高67メーターみたいな飛距離が。かっこいい音が。で、ネオンナイトで、ビッグベイトは今の時期厳しいとこもあるので、3000番の P08 を持ってきたつもりが2500番の06を持ってきてしまいました。ハイローラーにつけようと思ってた4000番の 1.25 をつけます。この2本でね、タックル準備します。
楽しみだな。もうビッグベイトの B の字もまだ分かってないんで、今日はどんな風にみんなチューニングしてんだろうから見たいなみたいな。中海初ボートシーバスです。いやー、よろしくお願いします。これちょっと見てていいですか？いいですよ。これだいぶはい。絞ってきました。やっぱ確かにこれが一番便利かもしれないですね。収納とこれいいですよ。そのまま洗えて絡まないし。よろしくお願いします。お願いします。さすがにゴーストとかその辺はない感じですか？今日はプロトのやつをはいはい。投げてみたいなと思って、なるほどなるほど。持ってきませんでした。よし、行きましょあ、早速。今回準備不足すぎてこれおかっぱり用のバッカンなんですけど雨をしのげるのがこれしかないんで初めてこれ現場入ったと思う。ビッグベイトとりあえずいろいろ持ってきたけどトップが良さそうですか？ジョイントう。一応トップからはい探ってはいくんですけど、トップでやってみよう。だいたい1日何発ぐらい水面出るもんなんですか？シーズン始まってしまえば、いい時本当に20発とかで20発。へえ。乗らないんですよ。僕らはもう大体中入れていくんですけど、トップだけ4人とかで回せば20発ぐらいぐらいは出るんだ。よし、アルゴでいきます。今年はちょっと暑かったじゃないですか。はい。去年はもうこの時期出てたんですけど、今年はまだそんなにかなとか。一応、リーグ戦とかもやっぱ乗るんですけど、はい。もう出た。いる。いたいた。出ましたね。いいサイズ。70ぐらいありそうな。今日はこの雨模様がいい感じかな。スタートです。アルゴ200から。中海のトップ出るのは泡とか音とかキレとかいろいろあると思うんですけど、何を意識してますか？エビったらダメだと思ってて、回数投げるんで、あんまエビらないではエビらないこと。音はいらないっていう人いる人多いじゃないですか。うんうん。僕はあった方がいいなと思ってて、今年からなんですよね。僕ずっとラトルアリしかやったことなくて、経験上というか、やってって一番でかいの出るのトップなイメージなんで、泡はどうなんだろう、あんまり意識したことない。泡とかこの水のかき混ぜる感は。横に流れて機体としては欲しいはい。けど、村岡さんは泡とかは大事ですか？そんなに意識してないですね。どっちかといえばやっぱちゃんと横向くことと止まることと大抵の場合音が有効かなっていうイメージあります。今ブルブルで作ってるやつですね。ここに浮いてこんな水面でこういう釣りをしたかったんでめちゃくちゃ嬉しいです。たまに水面出るのは稲子かなんかですか？モワモワしてるのは多分サッパなんです。今のメインがヒイラギかサッパかこの城なんで。だいぶいい仕上がりなんだけどちょっとこう R が弱いんですよねまだね。それを龍吾とちょっといろいろやってる最中。まだまだ。はい、ガボツ200いきます。楽しい。クラッシュ9で釣った時どんな感じだったんですか？みんなが連れてて絶対釣れないかな諦めかけたぐらいの時にりょうちゃんが K9 で釣ったんだってもう1本出たんで、もうあとは釣りたいやつ一択でいこうと思って、自分の中で縛ってやってたんです。一発食わなかったですか？そうです、私なりのセッティングっつって動画でおっしゃってたから、いやでもそれが魅力じゃないですか。それぞれいじり方があるっていうか、で釣れれば正解ですもんね。その奥深さが魅力ですよね。自分もまだ入り口なんで勉強しながらですけど、柔軟な思考でね。明日は悪天候になったんで夜は釣りするのやめてインスタでサブスクやってんですけど、その人たちだけに飲み会やったら福岡とか名古屋から皆さん来ていただくっていうんでアイドルじゃねえぞと思ったんですよ。恐縮ですね。本当にテスト中のルアーですね。いい感じで風で流れ出した。ちょっとテスト。世界中どこ行ってもルアーテストです。ナレジでいきます。南岸バレット水色が合ってるんで釣れそうです。こういうバイブレーションとかの釣りはあんまりしないんですか？去年ぐらいから。結構やるようになりました。そうするとやっぱ反応は取れるけどって感じですか？どんな釣りも大事ですよね。全部面白いんですよ。冬の間は全然釣りしないんですか？もう冬は川ではいでかいバス狙ったり、あ、川でバスなかなか成果が出ないです。なるほど。雪国ですよね。年に1本取れるかどうあかぐらい。そんな釣りをしてんですね。今年ちょっとアジングをやってみたいなと。はいはい。
アジングとかやると今度さばく方にはまって料理チャンネルが始まるんですよみんな YouTube はそのパターンでまた料理動画回るからみんななんか楽しくなっちゃって料理系 YouTuber に変わってくんですよ東京とかこだわりがそうみたいな。そう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 ロインのジャーキングおいますねでもナレッジ忖度ありがとうございます私トレイシーで杭が立ちそうなタイミングがありそうですよねんえ何カマスだ塩焼き今入ってますおヒットバナさんといてや。貴重な一本だよ動画上一本目は重要ですよいける。おめでとうございますありがとうございます。ナレッジだやったー。じゃあ本日1本目陽介くんはいナレッジでありがとうございますただまき頼むです。おおいいな俺も釣りたいなやっと魚見れていやいいねよし食ったイェイ初ヒット同じぐらいのサイズかなまだ全然元気だからやっと気づいた自分が張りかかってるのに全く暴れないおおでももうちょいいいサイズまだもう一回行くと思うよいしょイエーイナイスキャッチ。やったー釣れたぜ初の中海冒頭シーバス超過ちょうど60ぐらいですかねナレッジやったおめでとうございます。はいありがとうございますお願いしますよ元気です心置きなくビッグベイトいきますかはいいただきますうまいまたトップゲーム戻りますアルゴの200ではい GT 狙った時のまんまなんですけど実際チェイスも入れたらもう過去何百って反応させてますかはいけどでも何十回はもう当たり前のトリプルと違うと動き変わるな。着水温やばいっすよねでも GT は狂うんですよやっぱこの大きさと着水温のでかさに見に来ますからね56匹でまだ自分も数回なのでどれが一番いいって分かんないですけど結構ニョロニョロしてるのが反応がいいって船長は言いますねダートの方が一見人間的には釣れそうなんですけどこれできたら怖いよね、GT が。GT フィッシングの時代の変わり目が始まってますねもう分かってる人は分かってきてて可能性にまず YouTube でやってる人たちの知見を学ぼうと思って見まくってたんですよいろんな人のゴーストのセッティングとかギラギラ攻撃のセッティングとかそれを見てた時にチャフさんのも見つけてセッティング以上に釣りがすごいみたいな感じで GT って下から突き上げてくるんですか？下からですね基本下ですけど最後はもう真横から背中出してくる時も多いですね特に多分 2,3 匹で競ってる時は最高速で先に飲み込まないと取られちゃうっていう感じでただ後ろに針ないのはどうしても GT だとドラグ15キロぐらいで戦いますんで後ろに針があると結局そこのジョイントとかでもげて壊れてしまうのでかかって壊れてバラすのが一番ダメージがでかいので壊れないとこに針つけるとかフッキング考えたら一つ後ろの真ん中のパーツにもつけたいなとは思うんだけどそこに針つけて GT かかって
ぶっ壊されてる人も結構いるんで、やばいな動きが。1時間ぐらい GT も投げ続けてる時あるんですけど、動きがいいビッグベイトは飽きない。動かないやつだとすぐ変えたくなるというか水動かしてんな。この後ろの動かした水の量でやっぱ大型の魚って反応しているイメージがありますね。なんか風の変わり目だから良さそうですよね。震えてるね。細いな。全然肉つかないし。漁師君はプロアングラーを目指してんの？はい。プロアングラーね、傾向があって、細い人ですごいトップレベルいってる人あんまりいないの。なんかみんなやっぱでかくてごっついの。筋トレだ。筋トレ。だから高橋祐介も、彼が最初の動画出た1本目2本目はヒョロヒョロなんだけど、頼りなさがどうしても男性の趣味だから、やっぱ男が見てもこの人かっこいいなっていう体格にならないとなかなか人気が出ないので、釣りがうまいよねとはなっても憧れてくれないから、高橋もめっちゃ筋トレして今こんななってるじゃん。背中で歩いてるみたいなね、背筋つけて頑張ってる。でもこの釣り筋トレみたいなもんだから、ゴーストしか投げないってやってたら大丈夫だよ。確かにみんな型いいですもんね。うん、みんな型いいですよ。テスト中のペンシルで頑張ります。凍えるお二人。急に寒くなったんですか？こっちも。昨日まで汗かいて仕事してた。あ、そんな勢い。今日から寒いんだ。予想外。おお、寒いね。走ると寒いですね。止まってると全然いいんですけどね。魚釣った人から震え出すっていう謎の中海ですね。さあ、やります。ホースガイルいきます。ホースガイルの160。この野郎でいきます。この野郎。アメリカのストライパーでも大活躍だったんですよね。出ないで確率で言ったらどれぐらいですか？今日というかいつも1年通してキャッチするしないの確率。結構取ってます。で、坊主はおう。当たりました。今ナレッジ。魚いるんですね。40センチぐらい。結構高いよね、多分。じゃあ今日は厳しい。今日はというか、今年の中海が絶望的すぎて。この時期、今が厳しいんですね。去年は良かったんですけど。6月と11月がいいんですか？いいですね。6月は夢見に行ってもらって、11月とかはバイブを投げてもランカー出るんですよ。サインポテンシャルが一番なるほどね。来年ちょっと6月って全国全部いいですからね。多分2本ぐらい遠征が入ってるんで、じゃあちょっと締めましょうか。今日は来年来ますよみたいな感じで、ちょっとせっかくなんで前来ていただいていいですか？時間になっちゃったんで、ありがとうございました。本当に楽しかったです。なんか来年6月がいいっていうんで、6月にぜひ来てください。ちょっと予定やりくりして遊び来ますので、よろしくお願いします。厳しい。寒かったよね。昨日まで暖かかったっていうんで、これ冷え込んだ時大体ダメですよね。ちょっとリベンジさせてください。はい。また遊んでください。よろしくお願いします。はい。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。